皆様こんにちは、MD ジャックです。ご視聴ありがとうございます。愛です。ジャックさん、今回も予定と違う企画なんですって。気まぐれなんですね。あはは、まあね。今年の動画で ZSN プロ X とか ZSTX とか ZAX を扱ってみて気になっていることがあって、まとめの意味でも動画にしておきたいなと思ったんだよね。で、今回は ZSN 系3モデルについてまとめてみようかと。何か気になっているんですか？ ZSN が最初に買った中華イヤホンだから思い入れがあって、それがプロ X とシリーズになって実際どう違うか比較してみたくてね。どれもニューモデルというわけではないけど PC と違うから新しいことが性能的に最重要ってことでもないし、それに低価格とはいえ普通はそんなにイヤホンいらないって方もいらっしゃるでしょう。これから買う方はこの ZSN シリーズって3本全部必要なのとか、どれか1本ならどれがいいのとかって疑問があるんじゃないかと思って。ああ、なるほど。愛も全然わかりませんからね。今はね。だけどこの動画を一緒にやっていけばすぐわかるようになるでしょ。そうでした。 ZAX も買ったし、私も沼への第一歩は踏み出していますよね。だね。じゃあ始めましょうか。はい。まずはスペックです。左から発売の古い順です。共通なのは 1BA プラス 1DD で、どのモデルも Amazon だと2000円台で入手可能です。私は全てありで1000円台で入手しています。かなりコスパが良いということです。じゃあ3本買っても6000円しないってことですね。それどころか5000円でお釣り来たからね。それでこの音質なんだからね。また買っちゃおうかな。まあ慌てずに行こうよ。後で説明するから。はい。違いの大きめなところの色を変えてみました。この違いをざっくり言ってしまうと、ダイナミックドライバーの改良でプロとプロ X は低域がよく出たこと、感度が上がって音量を取りやすくなったことですかね。低域の圧は特にプロ X で感じ、音量はプロとプロ X で明らかに大きくなっています。波形比較は音質比較動画の後にします。まずは音を聞いてみてください。ポイントは ZSN がちょっと違う傾向、プロとプロ X がよく似た傾向なので収録音だと区別つきにくいと思います。画面スペースの関係上、原音は入れず3モデルの比較のみとしています。いかがでしたか？では波形を見ながら聞き比べた印象をお話しします。感度に結構差があるので ZSN からプロに付け替え、再生時最初にやることは音量を下げることです。すぐに耳が慣れてしまうので、音が出てから最初の5から10秒ぐらいは特に気をつけて聞きます。プロの音を出した瞬間、明らかに音域が強く出ています。クラッシュシンバル、ハイハットがきつめにきます。低域は波形での見た目と違い、聞いた感じではプロの方が若干強いです。プロはダイナミックドライバーがデュアルマグネティックサーキットだからということもあるでしょう。高低のバランスという観点では ZSN の方が良いと感じています。今度はプロからプロ X に付け替えます。これは波形の通りだなって思いました。低域が強く音が大きく感じ、少し音量を下げました。高域はプロほど暴れず制御されている感じです。シンバルの質感は基本的には同じに聞こえますが、曲の中でのバランス変化でレベル的にも馴染んでいます。低域は存在感があってもぼわつかず、キレもいい感じです。プロ X の後 ZSN に戻って聞くとちょっとおとなしい感じに聞こえましたね。2から 6kHz あたりのカーブの違いもあって、プロ X は中高域が少しスッキリしているのに対し ZSN は厚みがある気がします。ZSN の低域は十分出ているんですけど、プロ X の後だと少し物足りなく感じてしまいました。
ボーカルものは ZSN の2から 4kHz あたりのカーブが効いているようで、プロ X より前に出てきます。プロ X の低域は曲によってはボーカルと張り合ってしまい、もう少し抑えてくれてもいいかな、と思う瞬間がありました。まとめるとこんな感じです。ZSN は3本で比較するから抑えめに見えるだけで、団体で聴いたら低域も高域もしっかり出ています。ZSN プロはプロ X 寄りな性格で広域に特徴がありますね。3本の中では中間的位置づけに感じます。ZSN プロ X はさすがに後発だけあって今までの少し極端なところを修正しバランスをとってきている感じです。で、買うのに迷ったらこんな選び方はどうでしょうか。 ZSN プロ X、ZSN、ZSN プロの順になりますが、広域がお好きなら ZSN プロをという感じです。なるほど、説明を聞いていて、愛は ZSN プロ X 買いたくなりました。注文しなきゃ。ちょっと待って愛ちゃん、これ見て。何ですか？ ZAX と ZSN プロ X の波形比較だよ。以前動画でちょっとだけ触れたことあるんだけど、この2本はなり方が似ているんだよ。で、愛ちゃんは ZAX を持っているんで、あえて ZSN プロ X を買わなくてもいいかなって思うのね。逆パターンでプロ X から ZAX っていうステップアップならありだと思うんだけどね。ZAX は 7BA プラス 1DD。なり方が似ていると言っても響き方は違うし。そうだったんですか。じゃあ ZSN にしようかな。そうだね。その方が傾向が違うからいいかも。ちなみに ZSN は私2本目なんだけど、1年前に買ったものより最近入手したものの方が広域の出方が良くなってたよ。個体差かもしれないけど、今回の波形は最近入手した方ね。1年前に買ったものは訳あって今手元にないから波形は測定できないけどね。それ聞いたらますます ZSN ですね。注文します。あはは、愛ちゃんまた買ってる。ということで ZSN 系の比較は以上です。もし購入を迷われていたら参考になれば幸いです。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。